事実は小説よりも奇なり、そんな事件が本当にあるとすれば、遡ること18年前の2004年、イギリス・ロンドンでリチャード・ランセリン・グリーンは子供の頃からある推しに全ての人生を捧げていました。それは世界的に有名な探偵小説の主人公、シャーロック・ホームズ。グリーンはホームズの生みの親である作家、アーサー・コナン・ドイルの研究者、ドイルの家族に取材を重ね、貴重な情報を集めていたんです。しかし、そんな彼にある日、異変が起こります。突如、全く連絡が取れなくなってしまったんです。心配した彼の妹は警察に通報。自宅に駆けつけた彼女たちが見たものは衝撃の光景でした。彼はベッドの上で死んでいたんです。今もなお世界中のファンを魅了し続けるシャーロック・ホームズ。その研究者であるグリーンはなぜ突然その命を落とさねばならなかったのか。謎が謎を呼ぶこの事件は小説より奇妙な結末を迎えたんです。おそす、この間五等分の花嫁の声優さんのライブ映像みたいなの家で一人で見てたよ。ケンちゃんです。大好きな。みんなの推しになりたいぞ。やみやみこです。大丈夫か？伝統ちゃんも私の推しみたい。本日皆様にご紹介するのはシャーロック・ホームズの研究者の不審死事件についてなんです。シャーロック・ホームズといえば事件を解決してくれる探偵の話なんだけど、今回はその研究者が死んじゃったの。そうなんです。謎の死を遂げたグリーンとは一体どんな男なのか、彼の生い立ちから見ていきたいと思います。ホームズに人生を捧げた男。遡ること69年前の1953年、イギリス北西部の農業地帯チェシャーが今回の舞台。ここに一人の男の子が生まれました。彼の名はリチャード・ランセリン・グリーン。グリーンの父は電気や児童文学の作家でした。そのため彼は生まれた頃から本に囲まれて過ごします。論理的で少し恥ずかしがり屋の性格だったグリーン。彼は毎日図書館のような父の書斎を歩き回り、たくさんの本を読み漁ります。そして7歳の時、彼は自分の人生を決定づける運命の本と出会うんです。それがシャーロック・ホームズ。シャーロック・ホームズとはイギリスの作家アーサー・コナン・ドイルの小説に登場する探偵。1887年に初登場してから長編4作品、短編56作品が出版されています。鹿内帽にケープ付きのコート、パイプを加えた姿がトレードマーク。今でもその姿は探偵の代名詞として広く浸透し、世界中に熱狂的なファンがいるんです。アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領やトルーマン大統領、日本でも吉田茂元首相や探偵作家の江戸川乱歩などがホームズを愛読していたというんです。確かに探偵といえばこういう過去想像するわよね。探偵といえばもうホームズかコナンよね、普通。探偵といえば俺です。すっかりホームズに魅了されたグリーンは自宅の屋根裏部屋にホームズの部屋を作り始めました。お高2めちゃくちゃいいと思います。パイプのラック、請求書の山、顕微鏡、毒というラベルのついた瓶などガラクタ屋で集めてはせっせと部屋に運び入れるグリーン。まるでホームズがそこに生活しているかのような部屋が完成すると、彼は入り口にホームズの拠点であるベイカーストリートの看板を掲げたんです。またグリーンはホームズの作者であるコナン・ドイルの研究も熱心に行います。暇さえあれば彼はドイルゆかりの土地を訪ねて回ったんです。それは今でいう聖地巡礼。まさに彼は生粋のホームズオタク、そしてドイルオタクだったんです。オックスフォード大学で英文学を学んだグリーンはその後作家として活動を開始。数多くの本を出版しつつも、彼のライフワークはやはり大好きなホームズ関連。彼は世界で最も詳細なドイルの伝記を完成させることに情熱を注いでいたんです。グリーンはドイルの詳しい情報を集めるために彼の親族に取材を重ねていました。そして一人の女性に出会うんです。彼女の名はジーン・ブロメット。ドイルの5人の子供のうちの1人。グリーンの真摯な取材と熱い情熱にジーンは次第に心を開いていきます。いつしか彼女は自宅にグリーンを招き、家族の写真を見せながら思い出を語るほど彼と親しくなっていました。そしてある時、彼女はグリーンに大切に保管していた秘密の箱を見せるんです。彼女はこう言いました。相続の話し合いが解決していないので今は見せられないけど、いずれあなたのような研究者が自由に見られるようにこれを大英図書館に寄贈するつもりよ。グリーンがちらりと箱の中を覗くと、そこにはドイルにまつわる貴重な記録資料が。グリーンは大きな喜びとともにそれを自分たちファンのために公開しようとしているジーンの思いに深く感銘を受けたんです。彼は早くそれが実現するよう強く願いました。しかしジーンがその後癌で亡くなってしまった後も資料が寄贈される気配はありませんでした。一体あの宝の山はどこへ。早く資料を見たいという気持ちもあったんですが、何より親友であったジーンの意思が果たされずにいることに彼はずっともどかしさを感じていたんです。ね、資料はどこ行っちゃったの？めちゃくちゃモヤモヤするんじゃない？グリーンもね言ってたんですけど、ドイルのね資料っていうのはもう宝の山なんです。となるとね、よからぬことを考える人もいるようでですね、実はこの資料っていうのは意外なところから出てくるんです。
衝撃のオークション。時は流れて2004年、すでにドイルの娘ジーンが亡くなってから7年もの月日が流れていました。相変わらずドイルの資料の行方は分からず、グリーンの取材も頓挫したまま。しかしそんな時、彼の元に耳を疑うようなニュースが飛び込んでくるんです。それはドイルの遠い親族が彼の資料を国際オークションに出品したというもの。大英図書館に寄贈されるはずの資料がなぜオークションに。ショックを受けたグリーンはすぐにその詳細を調べます。そしてこんな結論にたどり着くんです。これはジーンから盗まれたものに違いない。ドイルの資料の価値は日本円で実に数億円と言われており、グリーンは親族が金に目がくらんで勝手に資料を売りに出したと推理したんです。これが本当だとしたらちょっとひどすぎじゃない？親族がね、儲けるだけならともかくね、この貴重な資料が個人に渡るっていうのは、グリーンにとっては非常にまずいことだったんです。一体どういうことなのか。資料が世界中のコレクターの元に分散してしまえば、それを閲覧することはほぼ不可能。文学の歴史においてとても貴重な資料が個人のコレクションとなってしまうことは、グリーンにとっては絶対にあってはならない恐ろしい事態でした。彼は早速そのオークションを阻止するために動きました。仲間の研究者たちと協力し、ドイルの資料が本来の持ち主から盗まれたものだと証明しようとしたんです。グリーンの反対運動をマスコミはこぞって取り上げます。実際のところ十分な証拠が揃わずにオークション反対の申し立ては叶いませんでしたが、グリーンの主張自体は広く世の中に知れ渡ることになりました。しかしそれは同時にグリーンの生活を一変させました。彼はいつからか誰かが自分の後をつけ回したり、部屋を盗聴して監視していることに気がついたんです。数億円のお金が動くオークションを進めたい人にとって、マスコミを煽って水を差すグリーンは邪魔者以外の何者でもありません。これはこれ以上何も言うなという警告なのか。何かを察したグリーンは仲のいい妹を呼び出しました。そしてこう言い残したんです。私は脅迫されている。悲劇が起こったのはそれから数日後の朝だったんです。その日、グリーンの妹は激しい胸騒ぎを覚えていた。何度かけても繋がらない。兄と全く連絡が取れなくなってしまっていた。彼女の頭には先日兄から言われた言葉がこびりついている。私は脅迫されている。いても立ってもいられなくなった彼女はすぐに兄のアパートへと向かった。お兄ちゃん、お兄ちゃん。何度もドアを叩くがここでも応答はない。彼女は警察を呼んだ。警察官と一緒に部屋に入る妹。寝室に入ると彼女は息を飲んだ。そこには変わり果てた姿の兄がいたのだ。ベッドにうつ伏せ状態で倒れている兄。その首には黒い靴紐が巻きついている。手元には木のスプーンが転がっており、床にはジンの空き瓶が落ちていた。この木のスプーンで首にかけた靴紐をねじり上げたんでしょう。警察はグリーンの死因をそう推測した。なぜ、どうして死んでしまったの？妹には一体兄に何が起こったのか見当もつかなかった。これグリーンを脅迫してたやつが犯人なんじゃないの？ここまでのね、印象だとね、そう考えられるんですけど、警察はね、自殺と他殺の両面で捜査を進めていたんです。ここからはですね、事件の真相についてメトラの皆さんもぜひ推理しながら見てください。死の真相。グリーンは誰かに殺されたのか、それとも自ら死を選んだのか。この不可解な事件は多くの人々の興味と憶測を呼びました。まず考えられたのは、オークションの反対運動で恨みを買っていたグリーンが何者かに殺されたという他殺説。確かに現場に残された遺留品には普段のグリーンの生活では決して手に入るはずのないものがいくつもありました。例えば床に落ちていたジンの空き瓶。実はグリーンは有名なワイン愛好家であり、いつもワインばかり飲んでいました。そんな彼がジンを飲むということは普通に考えればまずありえないことだったんです。また首に巻きついていた黒い靴紐もグリーンにとっては無縁のものでした。なぜなら彼はいつも靴紐のないスリッポンを愛用していたから。誰かが外から持ち込まない限り靴紐で首を絞めるということは起こらないだろうと考えられたんです。さらにグリーンをよく知る友人は遺書が残されていないことも他殺の可能性を高める一つの要素だと言いました。作家であるグリーンはいわゆるメモ魔。いかなる時も文字を変えてきた彼がもし自殺をするならば遺書を残さないはずがないんです。現場に遺書がないというこの事実こそが彼が突然誰かに命を奪われた理由に他ならないというんです。間違いないわ。これ絶対他殺じゃないのよ。犯人彼脅迫してたやつよこれ。そんなね、単純だったらいいんですけど、実はですね、現場には他殺説を覆すような謎も残っていたんです。
数々の状況から他殺説が唱えられる一方、それとは逆の自殺説を裏付けるような要素も現場にはありました。一つは現場が密室状態だったということ。妹がグリーンのアパートに駆けつけた時、アパートのドアは施錠されていました。無理やりこじ開けた形跡もなく、誰かが外から押し入ったとは考えにくい状況だったんです。また、首にかけた靴紐を木のスプーンで締め上げるという方法も実に不可解なものでした。もし何者かが紐で首を絞めるならば、自分の手で引っ張ればいいだけのこと。それなのに、あえて道具を使っているのは、グリーンが自分で首を絞めるためと考える方が自然と考えられたんです。さらに、ホームズファンの間ではこんな噂も囁かれました。グリーンはオークションを中止させるために自らの命を捧げてある賭けに出たのではないか。それはホームズの名作ソワ橋を彷彿とさせるトリックだったんです。彷彿って言いづれんな。ソワ橋って初めて聞いた。読んだことないわ。どんな作品なの？実はね、このソワ橋という作品はですね、今の推理小説とかでもよく出てくるね、トリックが初めて使われたような作品です。というわけで本日のメトラキーワード、ソワ橋について。ソワ橋は1922年に発表されたシャーロック・ホームズの短編小説。世界一の金庫王の妻マリアが住み込みで家庭教師をしている女性グレイスによって銃殺されたという事件から始まります。そこに調査を頼まれてホームズが訪れるんです。ホームズは被害者のマリアが巧妙な仕掛けを作って自殺をしてグレイスが犯人になるように仕立て上げたということを解き明かします。マリアは自分の夫の気持ちがグレイスに向いていることに嫉妬し、自らの命を懸けて彼女に復讐をしていました。この他殺に見せかけた自殺というトリックは数多くの推理小説の中でもソワ橋が元祖だと言われているんです。そのためこの作品は世界中の推理作家から称賛を受けているんです。へえ、これ知らなかったもんね。なんかソワ橋読んでみたくなっちゃった。気になった人はね、ぜひ読んでみてください。あんた普段どんな本読んでんの？キングダムです。漫画じゃん。まあ漫画も本ではあるけど。わらべしん大きい将軍になりたいもんね。100回聞いた。グリーンはね、この話からヒントを得て、オークション関係者が犯人だとね、見せかけるような事件を起こしたのではないかとされているんです。いや別にオークションをさせたくないからそこまでする？グリーンにとってはね、命をかけて守りたかったのかもしれないんですけど、グリーンが守りたかったドイルのね、資料っていうのは一体その後どうなってしまったのか。実はこの後、とても皮肉な結末を迎えるんです。事実は小説よりきなり。警察は結局グリーンの死にまつわる謎を解明することはできませんでした。彼の事件は他殺とも自殺とも結論付けることはできず迷宮入りしてしまったんです。そしてオークションも予定通り開催されることに。グリーンが命を懸けてでも守りたかったドイルの資料もここまでかと思われましたが、終わってみれば結果はその全く逆。なんと大英図書館にドイルの資料のほとんどが収蔵されることになりました。その鍵を握っていたのはドイルの娘ジーンでした。実はジーンは亡くなる少し前にドイルの資料を相続人の間で分配していました。その時彼女は最も重要な記録は大英図書館に寄贈するため自分の相続とし、その他の資料を他の親族に分配しました。残念ながら他の親族の相続分はオークションに出されてしまったんですが、その多くを購入したのは大英図書館。ジーンから寄贈された重要資料も含めると、ドイルが残した記録のほとんどが大英図書館に丸々渡る結果になりました。グリーンがもし生きていれば、彼はこの資料をもとにドイルの伝記を書き続けられたことでしょう。しかし残念ながら彼はもうこの世にはいません。ホームズと共に生き、ホームズのために命を落としたグリーン。彼の妹は世間で推理合戦が行われている兄の事件についてこう語っています。何が起こったのか本当のところはわかりません。探偵小説と違って私たちは答えのないまま生きていかなければならないのです。小説とは違い、現実の世界には答えを知りたくてもわからないものが数多くあります。だからこそ事実は小説よりきなりという言葉があるのかもしれません。グリーンの死が未解決で終わってしまったことにより、妹はこれからもずっと行き場のない悲しみを背負うことになってしまいました。もしシャーロック・ホームズがいてくれたら、そう思わずにはいられません。